こんにちは、かやです。今日は雪国からレポートです。逃げてきました。ということで今日は、逃亡日記をお届けしたいと思います。冗談冗談。今日のテーマはね、人との触れ合いって大事だよねっていう感じの内容をお送りしていきます。で、今日はね、私なんでいきなりビデオトークって思ったでしょ。逃げてきたんですよ。どういうことかっていうとね、先週の週末、違う、先週に息子が多分インフルエンザだと思うんですけど、になって、で、もう今はね、咳がまだ続いてるんですけど、だいぶ良くなったんですよ。で、今度は私の主人がインフルエンザになってしまいました。で、今、ぐったりしながら家で寝てるんですね。で、私はもう、自分はもうなりたくないので、私はラストサムライということでね、最後のサバイバーです。で、インフルエンザになりたくないので、なるべく距離を置こうと思ってね、逃げてきました。ちゃんとご飯は作ってるんですよ。だけど日中、たまにね、こうやってあなたにもっとこう、なんていうのかな、目で楽しめるような映像もお届けしたくって、今日は動画を撮ってみました。で、今回ね、私が今やってきたのは、私の家から15分ぐらい北に登ったロードアイランドの首都っていうのかな、プロビデンスのなんかちょっと山の方に来たんですよ。で、景色がいいって聞いていたので、来てみたんですけど、まあね、ダウンタウンが一望できるんですが、ちょっとね、やはり冬はなんか暗いですよね。ですので、あまり景色が分かりにくいかもしれないんですけど、少しでもあなたの目にね、優しい異国の景色を届けられたらいいなと思っています。でね、人との触れ合いいいなって感じたのが、どうだろうな、あなたは直接人との触れ合いってされてますかね。あなたのお友達とか仕事場とかでね、仲良くされてる方がいると思うんですけど、やはり仕事に行くってなると、やはり業務をしなくちゃいけないじゃないですか。だけど、その中でも自分が、まあ、心許せる相手がいるとしたら、その方と仕事に行かなきゃいけないけど、その方と会えると思ったら楽しいじゃないですか。ね、私もやはり毎日仕事をしていた時っていうのは、仕事は大変だけど、なんか無理にでも人と接触しなきゃいけないじゃないですか。でも、わーって行くタイプじゃない人。ね、自分から「ねえねえ、ちょっと」って行く、ね、私アピールする人が悪いって言ってるんじゃないんですけど、ま、私もそうなんですけど、自分からこうゴイゴイ行く方じゃないんですよ。だけど、仕事を持っていたら、その環境をもう強制的に作るわけじゃないですか。ですので毎日足を運ぶでしょ、職場に。そうすると、おのずと他の方との関係ができるわけですね。で、私見渡してみても私ね、見渡してみて感じたことが、例えばね、これ私の母から聞いたんですけど、私の母がよく言ってるんですけど、お気に入りの整骨院があるんですよ、母にとっての。で、そこの先生、私数回お会いしたことあるんですけど、すごくね、イケメンなんですよ。で、ま、イケメンだから私の母も言ってるわけじゃなくって、話が面白いみたいなんですね。で、定期的に足を運ぶんですよ。まあ、整骨院なので揉んでもらうじゃないですか。で、揉んでもらいながら、楽しい会話を繰り広げるわけです。で、多分これも母にとって安らぎの時間になるんですよ。ね、安らぎの時間っていうのは、ね、セロトニンとか、ね、オキシトシン、幸せホルモンね、心身のバランスを保つ上で大事なんですね。年齢を重ねたり、環境が変わったりすると、人との接触が少なくなる機会もあるわけです。で、そうなるとやはりね、内側にこもってしまって、ね、触れ合いの時間がないんですよ。ね、例え話ですけど、私の母みたいに行く場所があると、そこに行って、まあ、相手とのね、先生だったり、そういったマッサージしてくれたりする人とコミュニケーションが取れるんですよ。
私も小さい頃から周りに人がたくさんいたので、自分でね、自分から進んで友達を作ろうとかやってこなくても自然と人がいたわけなんですよ。ですが海外に来てね、私この間お伝えしたと思うんですけど、また数ヶ月後に新しい土地に引っ越すんです。このように引っ越しを転々する方とかね、実家や親戚の方たちから離れたところに住んでいる人たちっていうのは、自分からね、どうにかしてその環境を作り出していった方が私はいいと思うんですよ。ですので私もこうやってポッドキャストとか YouTube とか見てくださってる方のためになればと思って、私が勉強していることとか経験などをシェアしているんですね。で、そうだ、もう一つ言いたいことがあった。で、私昔ね、20歳ぐらいかなの頃に血液配送っていうバイトをしてたんですよ。病院を回ってほら検体を取るでしょ、血液とかで。民間の病院っていうのはそういう血液の検査をする機関がないわけです。で、私が働いてたところはそれを検体を検査する臨床試験ができるところで働いてたんですよ。で、血液とか尿とかそういった細胞を一つ一つ病院を回って私が集めて回るんですね。でそれを本社に持って帰るんですよ。でこの時に先ほどお伝えした母の話とつながるんですけど、行くルートが決まってるんですね、病院の。で病院を一つ一つ回るごとに今思えば分かるんですけど、必ずなんかね、毎回行くたびにおじいちゃんおばあちゃんの顔がね一緒なんですよ。で皆さんね、病院を集まる場所は分からないですけど、病院を日課としてるんじゃないかと思ったんです。ね、やることはやっぱりなくなってくるでしょ。なんかお年を召してくると。ですので病院とか、いろんなコミュニティセンターとかもそうですけど、そこへ行くことを習慣にして、いろんな方とやっぱりお話ししたいと思うんですよ。ですので私行くたんびに一緒のおじいちゃんおばあちゃんだなとか思ってたんです。で今思えば、だからおじいちゃんおばあちゃんって病院に行けばほら顔見知りの人がいっぱいいるじゃないですか。ね、でそこに行けば自分が知ってる人たちとたわいもない話ができるんですよ。これでもね、心身のバランスを保つ上で本当ね大事なんです。健康でいることが大事です。だけどここが痛いんだよね、ちょっと腰が痛いから揉んでもらおうかなとか、あの先生が好きだから行こうとか、そういうなんか環境ってすごくいいなって私思うんですよ。だから私もね、今のうちにこうやってね、なんかあなたとつながりたいなっていうコミュニティを作りたいと考えてるんです。いや、どうなるかわかんないんですけど、異国とか、自分の地元から離れて住んでいる人とかって寂しいと私思うんですよ。私もその一人なんですけど。で、でもこうやって巡り会えたのは何かのご縁なんです。人とのつながりってやはりね、ハッピーホルモンとか先ほどお伝えしたように幸せホルモンも増えますし、これが免疫力が上がったり、なんかねストレスが溜まりにくくなったりすると思うんです。で、なんか発散する場所っていうか、コミュニティいろんなことを話し合えたり、あとはご自身の心身が整うような、エクササイズとか私が知ってることを共有し合ったり、またはあなたが思ってることとかをその場でシェアしてもらったりとか、なんかいろんなアクティビティをやっていきたいなって思うんですけど、どうですか？これまたただ考えてるだけなのでわからないですけど、うん、年齢を重ねれば重ねるほどだんだん新しい人と会うのが億劫になってきます。ですが無理やりね、なんか環境を変える、その一歩を私が踏み出して新しいなんか集まりの場ね、オンライン上
に多分なると思うんですけど、できればね、やはり直接お会いしてさまざまな楽しいなんか行事って言ったらあれですけど、そんなのもやっていきたいなと、夢をいろいろ夢があるんですけど、でも人生80年、まあでも100年いける、いきます。うん。ね、折り返し地点に来たのかな。うん。私のタイトルスマイルマイルありますけど、なんか笑顔がたまるコミュニティ。今日は何個笑顔がたま、今日は何個スマイルたまりましたかとか、面白そうじゃないですか。で、私の発信を楽しみにしている方、ね、いつも本当支えになってくれてありがとうございます。冒頭でお伝えした私の母、ね、あなたにも親御さんとかご兄弟大切にしていらっしゃる方がいると思います。で、最後にちょっとお伝えしたいんですけどね、あなたはその方とどれぐらいの頻度で会っていらっしゃいますか？私はなるべく1年に1回実家に帰るようにしてるんです。だけど今年はちょっと帰れなさそうなんですね。ちょっとこれね、なんか胸が詰まるんです、言う時に。考えてたんですけど、自分の親、私の母はまだ、私の母は70、もうすぐ71、あ、違う、71になったばっかりなのかな。で、まあ人生80年としたら、わかんないんですよ。でも100歳まで生きてほしいんです。うん。でも、とりあえず人生80年としたら、あと9回、9年って思って、で、1年に1回帰ってるとしたら、あと、やばい。あと8回しか会えないのかなって。すいません。涙が出る。うん、あと8回なのかなって思ってたら悲しくなってきて、もっと帰りたい。できればもっと帰りたい。こんな、こんなね、遠くまで来ちゃって。ね、思ってたんですけど、でも、母にはもっと100歳まで生きてほしいから、ね、そのポジティブな方にね、考えて、ポジティブな方に考えていきたいと思います。だけど、もしあなたのね、大事にしていらっしゃる方、いると思います。そういった方にも、もっとね、お顔を見せたり、連絡したりして、楽しい時間を共有してほしいと思ってます。人とのつながり、本当に大事です。ということでね、今日はちょっとしんみりしちゃいましたが、またね、次回お会いしたいと思います。うん、寒いんですけど、体に気をつけて、ね、あったかくしてお過ごしください。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ